前回はもう絡みのアプデについてやったっけな。色々と今後の展開を考えさせられるアプデだったわね。流入関係の更新からプラスチウムまで、大きい更新だった。それから蒸気タービンの稼働が秒読みに入ったわね。今回で無事に稼働します。が、例によって問題が出ます。もううちの風物詩だな。問題しか出ねえ。すごい間欠泉も出るだろ。あれはあれで問題である。確かに。そんなわけで今回も行ってみよう。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。いきなりですが新隊員の増員から開始です。今回はフランキー隊員に来てもらいます。煽ってる感のあるダンスが気になりますがまあよしとします。実は作業の停滞がひどくなりつつありまして。とりあえず10人まで増やしつつ、移動チューブを設置しようかと思ってます。仮装は原油まで行ったし、まあちょうど良いかなって気はしてます。上も表層まで行ったしね。向こうは前線基地をつけないとだけどな。あとはジェットスーツのドックをどこにつけるかって問題もあるわね。いっそのこと、今のスーツドックの場所を入れ替えても良いかもな。それはそれで終わりでしょうね。酸素の供給も楽ちんだし、着込んだ先に移動チューブ仕込んでも良いし。プラスチックの融点が159度？早速ミルクを使う羽目になるのかもな。表層の温度を見てみないとなんともね。あとはあれか、例の施設を探さないとあかんのか。あかんこともないでしょうけども、あれがあれば前線基地として使いやすいとは思うわ。話し込んでる間に腹を決めた。やはりフランキー隊員に来てもらおう。つうことでフランキー隊員爆誕。前回の増員っていつだったっけ？自分のチャンネルで動画を見てくるわ。見てきた。135サイクルでのハロルド加入依頼だったわ。400サイクルぶりかよ。よく維持できてたな。まあ上手い人でも8人がやりやすいって言うからね。まあトラブルの種も仕込んでおかないと動画の旨味が薄れるし、このくらいは良いだろう。液体クーラーが再稼働しました。が、早速問題かよ。そうみたい。まあ中に入れるのが早速、役に立つと思えば、今の仕組みだと液体クーラーへの電力が止まると熱水がそのまま素通りするらしく。なんでそんなことになってんの？しかそうならないためにパイプ温度センサーをつけてるのに機能してないんじゃん。多分クーラーが止まるからループに戻れずにそのまま通過してる。そういうことか。やりようあんのかね？電力が止まったら自動化で流量をゼロにできれば良いんだが。電力の検出ってできたっけ？今、調べてる。通過やることリストどころの騒ぎじゃないなこりゃ。ちょうど良いからここらでやることまとめましょうか。しゃあないな。まずはタービンの謎解明と改良ね。次に移動チューブの設置だな。ちなみにこの順番は優先度じゃないです。それから海洋バイオームの掘り抜き。原油の組み出しと、水源の確保もね。あとは寒冷地のパイプの修正。贅沢ベッドは一旦、延期しました。原油を得てからにします。あとなんかあったっけ？とりあえず思いつくのはこんなもんじゃない？そっか。しかし昔のリストに比べると軽いな。昔がひどすぎたけん。優先したいのは移動チューブかな。そうかしらね。電源の管理もいるから、電力網の見直しも込みになりそうだけど、意外に電力使うんだよな、あれ。他のゆっくり実況者様の真似して、ハムスターで運営しても良いかも。隊員が増えたことだし、どっかに人力発電は置いておきたいからな。一応、天然ガスの収集用のポンプがハムスターで動いてるけどね。良い機械だし、電力網から逃げるのやめるかね。それが一番良い気がするけども。さっき一人追加したばかりだけど、もう一人言っておこう。あれ、だってさっきもいなかったっけ？全く同じようなのがいたんだ。転生してまで志願してきたその熱意を買いたい。こんなことってあるんかね？珍しいシーンかもしれないわ。パーツもスキンカラーも同じだからな。確率出す気はないけどそこそこレアだと思う。とりあえず10人で停止します。様子見が必要だからな。やれること、伸ばす方向性も考えたいしね。一応、人数は12人までで考えてます。次の増員はどのタイミングになるかしらね。今回は仮想到達って峠を越えたからな。次はロケットに着手するあたりかね。ロケットを飛ばしてしまえば一応の目標達成と見て良いからね。そこまでは動画を出し続けたいとこです。ちょっとシャレにならない事実が判明。驚きの展開。今、もっちゃもっちゃ食べてる新人、フランキー隊員ですが、ご覧のようにシャレにならないくらい足が遅いです。新人時代のマックスよりも遅いんじゃないの？後で別のシーンも入れますけど、マジシャレになりません。こいつはハムスターの増加が必要ね。増員とトラブルはセットだな、もはや。エイダにはトラブルは？今のところ気配もない。優秀ならそれだけで助かるわ。スリップスターがお腹減らしているけん。これ構造変えた方が良くない？隣接してる空間には二酸化炭素があるからな。気流タイルに変えれば随分、余裕が出そうだけども。筒状にして二酸化炭素を逃さない。って発想が良くなかったというか。寒冷地で作った酸素を誘導してしまったのが間違いだったわね。こうだもんな。酸素と天然ガス、そして微量の塩素。左の壁を気流タイルにしようかね。上半分だけでもかなり違うと思うわ。そうっすか。移動チューブのステーションをどこに配置するかでお悩み中。
隊員の個室候補は避けたいし、かといってあまり居住区と話しても困るし、娯楽室だった場所が候補なんだけどね。ちょっと裏で3度で色々と試しておこうかな。思い込みで設置すると後が怖いからね。重ねられる設備を勘違いしている可能性もあるからな。プラスチックは足りるんだっけ？ 20トンくらいある。ほぼどれっこ由来でこれか。4、5匹で500サイクル程度だとこの量なのか。なんか無意味な気がしてきたんだけど。奇遇だな。こっちも手間に見合わないって感じ始めたよ。ここまでしてツヤツヤどれっこを買う意味とは。買わないって発想で進めてる実況者さんの意図が分かったかもしれん。半野生ならまあ良いかもくらいの関係性ね。旧車を用意するほどではないかもな。と、なるとだ。カニの召喚も計算した方が良いな。とはいえ石灰は他の入手手段が少ないじゃん。そこなんだよな。卵の殻では少ないし、現状で3トン。少ねやはりカニは予定に入れておきましょう。リストに追加だな。ここまでで重要性が見えたのはキップとダキツピップね。いわゆるキップ族だな。卵の生産性もどんぐりの増産力も驚異的だ。謎を解いてからはもはやどんぐりが10個以上増えてるからね。あれには参ったわ。そうだ早く動画を出さないと。ショート動画に参入します。皆さんよろしくお願いいたします。アーバー3の木材回収に自動化を導入するぞ。なんか調べてみると CP ドって自動掃除機の2倍も電力が必要なのね。使い道がわからんくなってきた。自動モップがけ要因かな？それはそれでありだと思うけども。うちだと蒸気噴出口の上の通路がよく水没するからな。あそこに設置したら便利そうだが。CP に集めてもらって自動掃除機で、とかだと二重の手間だもんね。交付ロボットとの組み合わせくらいしか元の使い道が思いつかんな。あとは広大な空間を掘り抜いた後の資源回収か。今後の海洋バイオームの壊滅時に覚えてたら使ってみようか。うちだとアビサライトを残すから段差的に使えるかな。平面にしないと活用できないな。いよいよすっぴんでの使い道がわからんくなってきた。つーか蒸気噴出口の上の通路、閉鎖した方が早いんじゃね？そうかも。定期的にモップがけしてたからね。真空化して熱移動で寒冷バイオームが滅ばないようにして。ああ、ワカメじゃなかった課題が増えていく。終わらない作業地獄。12人体制もやむなしかも。先ほど、宣言したフランキー隊員の足の遅さを見よ。マジで遅え。マックスよりも遅くないか、これ？なんか虫みたい。もぞもぞしてるな。あまりにひどいのでエアロックで進行制限をかけます。こんなんで仮想なんか言ってたら植えるわ。上層への移動も禁止した方が良いかも。向こうは経路が多いからな。制限かけるのは難しいぞ。しかし予防線を張っておかないとマジで危ないレベルじゃないこれ？このタイミングで呼んではいけない隊員だったか。あまり詳しくないんだけど、ワンピースのフランキーも足が遅くなかったっけ？遅かった気がする。キャラ付け決定ね。なんてこったい。コーラでも飲ませておきましょう。ああ、もう掘らなくていいから帰ってきなさいフランキー隊員。ここに移動で強制的に帰還させます。涙が出るくらい遅い。スーツも着てるしね。これは期待会がありそうだ。とにかく走ってもらいましょう。あとはハムスター要員ね。施設の占有化ってできたっけ？作業の優先度でやるしかじゃない？うちらがある程度、増員してるわけじゃん。おう。強化銀が2人も来るわけよ。なんで下方面の弱い隊員ばかり来たがるわけ？いつぞやの頻尿へこき虫よりはマシだが。どっちも変わらんわ。どうしろってんだよこんなの。隊員の癖の振れ幅が大きい。釣り針にしてもでかすぎるだろ。しゃあないからバブの子供にでも来てもらいましょう。第1回放送で下の話題にしたのが運の尽きだったか。ここまで語られたらそう考えたくもなるわね。この辺って惑星のシードに関係あるんかね？ないんじゃないかね。あれはあくまで惑星環境の生成地だろうし、シード地ってもともとは乱数を得るための基礎地だからな。やり直すと補給品は変わるから、乱数テーブル式ではないと思うけども、その辺は基礎プログラムの話になるから、アプデが来たから変更しましたにはならないだろうしな。でしょうね。じゃま、何か疲れたし締めようか。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。